ようございます。おはようございます。さて前回厚岸蒸留所の最新情報と魅力をいろいろとお伝えしてまいりましたが、今日は予告通りですね、山崎18年大御所。大御所、ウイスキー界のドンですよね。じゃあ早速ですけども、まずこの山崎18年の製造している会社の情報についてご案内していきましょうか。じゃあ万代さんお願いします。今日珍しい。僕から行きます。会社はまず何ていう会社ですか？サントリーホールディングス。設立はいつぐらいですか？蒸留所の設立そのものでいうと100年前になりますが、その時でいうとまだ寿屋だったので、実質佐治慶三さんになってからサントリーっていう歴史があるっていう、またちょっといろいろ複雑ですね。そうです。1924年以前にもう寿屋として会社は存在しているね、ということですね。はい。そんなサントリーですけども、日本国内だと山崎蒸留所が有名ですよね。あとは白州蒸留所で知多蒸留所、それ以外にもサントリーって実は世界中にウイスキー蒸留所を持ってるっていうのはご存知ですか？一応。じゃあちょっとそこら辺をさらっとおさらいしましょうか。まずスコットランド有名なところだとボーモアですかね。ボーモア蒸留所、これは実はサントリーが所有している。あともう一つ同じアイラ島、どこだと思いますか？ラフロイグ。正解です。ですよね。あとは他のスコッチ、グレンギリーがサントリーですね。あとはアードモアもサントリーですね。ちなみにハイランドクリームティーチャーズのキーモルト、あとはオーヘントッシャン、有名なところだとこの辺ですね、スコットランド。あとは次はアイリッシュ、アイルランドにも蒸留所持ってます。クーリー蒸留所っていうところがあるんですけど、今クーリー蒸留所から独立してティーリングっていう蒸留所もありますけども、もともとクーリー蒸留所はサントリーが買収してます。あとはカナディアンクラブを作ってるところかな、ハイラムウォーカー蒸留所持ってますね。持ってますよ。そして最大の巨大なアメリカの買収ニュースも大ニュースになったジムビームですね。ジムビーム蒸留所とメーカーズマーク蒸留所、この2つを所有してます。もうサントリーは日本国内だけでなく世界のウイスキー企業になってるわけですね。では山崎蒸留所の基本情報をお伝えしていきましょう。山崎蒸留所創業開始何年でしたっけ？1923年。ちょうど100年前か。所在地、住所覚えてますか？住所そんなの覚えるかって、大阪と京都の県境でしたっけ？そうです。そうです。山崎っていう地名なんですよね。我々先週末蒸留所の訪問に行ってまいりましたけども、楽しかったですね。大阪駅から30分ぐらいで山崎駅に着きますけど、ホームに降り立った時からもう見えるのかなと思ってキョロキョロしましたけど、見えなかったですね。そうなんですよね。ここで合ってんのかなみたいな。でしばらく線路沿いを歩いていって踏切が見えてきたぐらいでおおみたいな感じですね。やっぱでかかったですね。じゃあ山崎蒸留所を創業した人、有名なあの人ですよね。鳥居慎次郎。鳥居慎次郎。じゃあちょっと鳥居慎次郎の物語、どういう人なのかっていうところを万代さんに教えてもらいたいなと思うんですけど。もともとはですね、米の問屋さんの生まれ、鳥居家の次男として生まれました。当時でいうと長男が家業を継ぐというふうなことが当然だったんですけれども、次男である鳥居慎次郎さんは小西儀助商店のところにデッチ奉公に行きます。小西儀助商店はイミテーションと言われるウイスキーとか混ぜたお酒とかを売ったり、薬問屋、薬酒問屋というところだったんですね。そこで鳥居慎次郎はイミテーションのウイスキーとかワインとかを調合する技術をそこで学びます。20歳の若さでですね、1899年明治32年で鳥居商店っていうのを作ります。一番最初は卸をやってました。その時に海外のものをたくさん仕入れていたので、当時鳥居慎次郎さんはハイカラな人というふうに言われてました。なんでウイスキーを作りたいってなったんですか？海外のものに多く触れていた結果、ウイスキーもいつかは絶対流行ると確信したというふうには言われております。
じゃあその後にどっかのタイミングでウイスキーを作るぞっていう決意をされたと。ウイスキーを作りたいというふうには思っていたんですけれども、本人が作る技術っていうのは持ってないので、いろんな人を呼び込んでいって巻き込むのが得意なカリスマ性の高い人物だったんですよ。なので自分ができないことはお金に留めをつけずに人材をどんどん取っていこうっていうふうにやっていたので、ウイスキーに詳しい人をじゃあスコットランドから呼ぼうっていう竹鶴正隆さんが帰ってきてたんですね。ここで竹鶴が出てくると、何度もラブコールして、やっと1000万円で年収ですね。当時破格ですよ。すごいですね。すごいです。30歳で当時で1000万プレイヤー1000万プレイヤーですよ。本当にもういろんな人が反対しまくった。山崎蒸留所を運営することもお金もすごいのに、そんなすごい人まで雇って大丈夫なのかと。鳥居慎次郎さんというのはやっぱ先見の明があったんでしょう。今ここでやらないとウイスキーの文化が根付かない、強い意志を持って借金してでもやり続けた、走り続けたんですね。すごいな。そこで竹鶴正隆の協力を得ながら1923年に蒸留所が完成した。すごいっていうのがとにかく分かったところでテイスティングいきますか。じゃあテイスティングに行きましょう。ドキドキしますね。ここから香りがきますもん。すごい香ってきますね。山崎蒸留所でテイスティングの仕方っていうのを教えていただいたので、それに習っていきましょうか。まず色、すごい赤みがかった琥珀色ですね。結構濃いですね。蜂蜜みたいな色してますね。蜂蜜ですね。綺麗。香り甘い。シェリーダルがキーモルトなのでベリー感、やっぱ少し攻めダインな感じもあるんですよね。とってもスイーティーですね。これだけで1時間ぐらい過ごせる。じゃあ味いきますか。濃厚ですね。これ18年の熟成感、まろやか、果実感がすごい強いですね。なんて言い表していいかわからないんですよ。多層的すぎて。いちご、蜂蜜、レモンとかライムとか、バナナとかいったそっち系とはちょっと違うとこ、ほんのりと甘い方になりますね。すごい。これを間違えてソーダ割りにすると山崎ジュースになるんですじゃあ蒸留所の特徴に進んでいきましょうか。この間、見学したばかりなので見学ルートに沿ってお伝えしていきましょうか。まず製造工程の最初は何になりますか？仕込み。見学ではちょっと麦芽のことはさらっとしかなかったですけど、麦芽はスコットランドから輸入って言ってましたね。ほぼ全量なんでしょうね。黄金比ですよね。何対何でしたっけ？2対7対1。ハスク、グリッツ、フラワー割合に多分やられていて、10日マッシュタン、あの大きさはちょっと異常でしたね。僕らがよく行くクラフト蒸留所の何倍ぐらいなんでしょうね。10倍ぐらいあるのかな。であの10日の後に発酵、隣の部屋に発酵槽が木桶、あそこの部屋には木桶しかなかったですよね。そうですね。8基で、あとはステンレス槽があと12基あるらしいんですが、あのどでかいマッシュタンで透過したものを発酵槽に移動して発酵が進んでいくという感じなんでしょう。3日発酵させて、その後に蒸留ですね。蒸留も圧巻でしたね。あれよく写真では見てましたけど、実際見るとおーって感じでした。ピッカピカでしたね。本当に。蒸留塔の左側が初流、右側が再流で、それぞれ6基、結構形も様々でしたね。アームの向きもそうですよね。あれで結構原種の味わいを作り分けてるということでしたね。面白かったのはやっぱ蒸留塔に入ると立ち止まらないでくださいって言ってました。衛生上立ち止まらないでください、で写真も撮らないでください、やはり徹底して、でそこを抜けて貯蔵庫、熟成庫、ひんやりして、で香りもすごいウイスキーの香りが香ってきて、あ、そろそろウイスキー飲みたいなみたいななりましたね。僕が思ったのはやっぱ階段上がって上だったじゃないですか、っていうことはあの建物って何階かに分かれてて、全部こう樽が貯蔵されてるのかななんて思ったんですよね。そうですね。行ってるうちに今何階なのか分からないような構造になってましたね。僕らが見させてもらったのはワンフロアでしたよね。あのワンフロアでも2段から3段断ネジ式で積み上がってて、相当な数ありました。サントリー全体では山崎、白州、近江貯蔵庫があって、合計すると現在140万樽保有してるって言ってましたね。140万って想像できない。分からないですね。最大180万樽入ります。ちょっと製造から脱線しましたけども、そして貯蔵庫の中ではいろんなタイプの樽がありましたね。
1924年蒸留の第1号の樽が展示されてました。でも中身はもうすでに抜かれていて、はい、別のニューメイクが入って追加で熟成中。グレーンもありましたね。グレーン原酒は鏡板が黒、モルトは白。その白い鏡板のところには蒸留年だけしっかり書かれてましたよね。ついつい自分の誕生日を探しちゃいそうな確かに。あとなんか特徴で気になるところとかありました？貯蔵庫を抜けた先に隣接してる椎葉神社っていうところがあるんですけど、その椎葉神社の鳥居の形がサントリーローヤルのキャップと同じ形をしているっていうのはやっぱり実物見て、こういう感じですよね。そうですそうです、あとはウイスキー館ですかね。見学に行かれると必ずそこに立ち寄ると思うんですけど、ウイスキー館の中にも山崎蒸留所、サントリーの歴史展示されていて、それだけでも一日過ごせそうな感じでした。そしてディスティラリーショップ残念ながら今シングルモルト山崎は売ってないですね。あとは試飲カウンター圧巻でしたね。並んでる商品、僕も迷わず響き30年いくらだったんですか？3700円でした。安っ。僕は山崎25年を、それも3700円。ああ安い貧乏人みたいな話になってきたこのぐらいにしときましょうか。支援しておきましょうじゃあそんな山崎蒸留所ですけども、見学の予約は工事が始まる見学の受付は4月末までとなってます。はい、秋以降再開してから予約して行っていただくと。僕も恥ずかしながら初めて行きましたけど、僕も恥ずかしながら。あ、そうですか。はい、いやもう満足度めちゃくちゃ高かった。高かったですね。ぜひ皆さんも行っていただきたいな。じゃあ最後に山崎18年のお値段、こちらですね。購入価格定価ですね、35,200円。ネットで検索して買おうと思うと、そんな値段では当然売ってなくて、先ほどちらっと見たら10万超えでしたね。もうほぼ手に入らないっていう状況ですね。で発売日、これ実はそんなに古い商品じゃなくて1992年、シングルモルト山崎は1984年に発売してます。そうすると18年が発売したの結構その後になるんですね。その後1998年に山崎25年が発売されていると。いずれも入手困難で、こちらは深海でも提供しております15ミリ1杯3080円で、30ミリが1杯6160円で、45ミリが9130円で、市場価格1本10万円しますから、ご自身で買って飲もうと思うよりは、バーで飲んでいただく方がもしかしたらお得かもしれないですね。そうですね。山崎18年をお話ししてきましたけれども、ちょっと最後にですね、グラスの香りを嗅いでみてください。先ほどとまたちょっと違うなんかニュアンスになってきますよね。貯蔵庫の香り、あの香りです。あの香り、しますね。もう一回行きたいですね。じゃあ次回、今日の山崎の話で出てきた竹鶴、僕が一番好きなのが竹鶴17年ということで、竹鶴17年を次回紹介していきたいと思います。こちらになります。竹鶴17年を詳しく紹介していきましょう。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。